リバース。どうも、ワンピース本田蔵と仮面 YouTuber、ゆうてなんぼのゆうてろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2024年新年1号、ワンピース最新話1100話、ありがとうボニーを考察します。この1100話は、霧のいい話数なので、僕も含めて期待感が高まりましたが、一見するとそこまで神回ではない。いや、違います。この1100話は神回です。1100話にはとんでもない秘密が隠されているかもしれません。それは前回1099話で考えた逆、準逆が引き続き表現されていそうです。準逆、一通りです。この2話はセットで考えると秘密が見えてきます。それこそが天才小田栄一郎驚愕の物語構成。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただし最新話をまだ読んでいない人は大いネタバレを含む内容ですから、今すぐ動画をストップさせてください。よろしいでしょうか。行きましょう。まずこの1100話の事前予想では、熊の回想が終わり、ニカが現れると考えていましたが、またもや違う。しかし、ドンドットッとニカダンスは登場しました。熊の回想がこんなにも長いとは予想していませんでした。それではいつものように話数の理論から考えましょう。ただし今回の話数の理論は特別編です。前回の1099話と今回の1100話はどちらも全ての章とつながっていると考えます。まず1099話の話数の語呂合わせは準逆。先週物語の順番が逆になっている感覚をお話ししました。さらに熊とゴア王国風車村のヒグマは表裏一体だとも考えました。さらに追い風とは希望のことであり、風とはルフィを表していると考えましたが、コメント欄ではあまり共感を得られませんでした。しかし1100話を読んだ今なら皆さんどうでしょうか。物語は1話の風車村に準逆たどり着いています。それはなぜか。それは1100話が霧のいい数字だからです。1話から100話はイーストブルー編の100話分、101話から600話は前半の海500話分となると、601話から1100話が後半の海の500話分となる。そう、後半の海の終わりのイメージがこの1100話にはある。そして次の1101話の類似話数は1話風車村と101話リバースマウンテン、リバース準逆。そのように考えると、僕はこちらの動画でワンピースの最終回は小田先生の発言から1200話までは到達しないと考えましたが、おそらく間違えました。小田先生の発言を信用しすぎました。小田先生の発言を信じるなら最終回までは残り2年のはずですが、物語の構成を考えれば昔から言われているように明らかに最終回は1200話でしょう。つまり118巻が最終巻なのか。もしもそうであればこの1100話こそが1200話最終回の類似話数となり得る。1100話には1200話最終回の要素がある。だから1100話は区切りとなる特別な回です。1099話と1100話を合わせてまるで総集編かのようにルフィの航路を準逆遡っている感覚を演出しています。それでは先週の1099話からそうした演出を確認していきましょう。物語は未来と過去が重なり合いリバースしていく。まず1099話の扉絵はおでんとタヌキ。おでんはワノ国編、タヌキはミンク族象編。この2つを表していそう。また1099話にはサターン星とコニーが登場。この2人は聖地マリージョア編を表す。さらに1099話ではアブドーラとジェットが登場。この2人はドレスローザ編を表す。ちなみにアブドーラとジェットはシュガーによってクマとロボットのおもちゃになっていました。これは1099話のタイトル平和主義者パスフィリスタともつながる。さらに1099話ではシーザーによるパンクハザード爆発事件が語られています。これはもちろんパンクハザード編を表す。また1099話で街を燃やすベコリ王のセリフと行動はゴア王国編を表している。そして1099話で熊が巡った島々は麦わらの一味が修行した場所でしたから、これはシャボンディ諸島編を表している。さらに1099話で革命軍ドラゴンはイワンコフが投獄されたという。これはインペルダウン編を表している。そして巨人族の血を引くバッカニア族のクマ。これに驚いて興味を持ったベガバンクはリトルガーデン編を表している。このように1099話ではワノ国編、象編、ドレスローザ編、パンクハザード編、マリージョア編、ゴア王国編、インペルダウン編、リトルガーデン編、8つの章とのつながりを確認できます。そして同じように1100話も確認していきましょう。
1100話で手術するボニーは医療大国ドラム王国編を表している。さらに幹細胞の再生医療によって体が一つなぎになっていくボニー。1100話の反転話数11話につながる。1100話をひっくり返すと11話ではバギーがバラバラの実であることが発覚しています。ボニーから取り出した幹細胞がバラバラに培養されて一つのボニーの体になる。ちなみにボニーはルフィからボギーと呼ばれていました。これも伏線だったのか。そしてトンテンカン木槌の音が響きエッグヘッドの街が建造されていく様子はトンテンカンウォーターセブン編を表す。この時資材を運び入れている船は海運王ウミットの船が使われている。ウミットはホールケーキに登場したのでウミットの船はホールケーキ編を表す。さらにドンドットットこのニカダンスは空島編を表している。これが1100話の話数の語呂合わせ1つ目、ビートオンでしょう。一方空島編の300話はシンフォニー。300話の話数の語呂合わせは3和音です。空島ではシャンディアの民と海賊とスカイピアの民3つのグループが仲良くなりましたが、エッグヘッドではその逆、科学者、海賊、海軍の3つのグループはその後分裂しています。ちなみに1100話の類似話数110話は夜は終わらないノーズファンシーキャノンを使うミスター5が登場。花空想のミスター5と空想のギアフィフスニカは繋がっているでしょう。つまり1100話のニカダンスは110話のウイスキーピーク編も表している。ウイスキーピークでもルフィは腹いっぱい食べていました。そして1100話には CP8 の看護師アルファが登場。このアルファの存在で僕は今回の考察を確信しました。アルファはおそらくカリファの血縁者でしょう。つまりアルファはエニエスロビー編を表す。さらにカリファの父親ラスキーはオハラ編に登場していますから、カリファとアルファの父親がラスキーならアルファはオハラ編も表している。そしてクマはサタン星との契約で七部会となった。この時クマは涙を流して喜ぶ。1100話のサタン星は話数の語呂合わせ2つ目、人でなし。さらに1100話のクマは語呂合わせ3つ目、愛とは。1は字の形から英語の愛と読むそうです。さらにサタン星との悪魔の契約を受け入れたクマは1100話の話数の語呂合わせ4つ目、厭わない。愛とは厭わない。厭わないとは行動することにためらいはないという意味です。そしてクマの七部会入りが世界を駆け巡る。ドフラミンゴとシュガーは再びドレスローダ編を表す。クロコダイルとロビンはアラバスタ編を表す。小舟に乗るミホークはクリーク編を表す。アルビダとコビーはイーストブルー編の序盤を表す。白ひげ、黒ひげ、マルコ、エース、ジンベエは頂上戦争編を表している。もちろんジンベエはアーロン編や魚人島編を表す。ハンコックはアマゾンリリー編を表す。モリアとペローナはスリラーバーグ編を表す。世界を巡るこのシーンは話数の語呂合わせ5つ目、一通り。そして1100話の扉絵はウソップ海賊団と3時の料理。これはキャプテンクロ編とドンクリーク編、あるいはホールケーキ編を表す。そして極めつけはボニーが描いた熊の似顔絵です。この似顔絵は海賊機になっている。それはまるでラブーン編、さらにデイビーバックファイト編を表している。そして最後にたどり着いた先は1話風車村。いや、よく見るとまだ風車村に到着する直前、つまり0地点。この1100話の類似話数は100話、伝説は始まった。始まりと終わりの街ローグタウン編とは話数でつながっている。これで1099話と1100話2つの回は全ての章とつながりました。しかし始まりと終わりの街ローグタウンとは、それは海賊王ロジャーの伝説のことです。ルフィにとっての始まりと終わりの街は風車村でしょう。ルフィの伝説は風車村で始まったのです。以上です。1099話と1100話は2つで1つ。熊の記憶は過去から未来へと向かって進んでいますが、1099話と1100話ではルフィの冒険が順逆。まるで未来島エッグヘッド編から過去へと遡っていき、風車村の手前0地点にたどり着いたかのようです。つまり最終回の最後もやはり風車村だと考えられそう。
最後にボニーの手術も少し考えましょう。1099話でベガパンクはボニーを幹細胞を使って治療できると言いました。それはサイボーグを作るくらいの費用と手間がかかると。そこから先週、ボニーの治療は幹細胞から作り出した細胞を培養してクローン胚によって本人に移植すると考えました。本人のクローン胚を使えば拒絶反応がなく再生医療が行えるからです。しかし1100話の治療シーンには培養した体の部位は描かれていない。その代わりにゴボゴボと培養液がたくさん描かれています。これはどういうことでしょうか。少年誌ですからグロテスクな表現を抑えたのか。いずれにせよボニーはボニー自身の幹細胞を培養して治療したようです。そしてもしかするとベガバンクはボニーの幹細胞を使ってサテライトたちを生成したのか。だからアトラスはジニーにそっくりなのか。だからヨークはジニーのようなそばかすがあるのか。そうなるとボニーがジニーと天竜人の子供だったなら、ヨークとはジニーと天竜人の遺伝子、そしてベガバンクの欲が融合して生まれた存在。だからヨークの夢は天竜人になりたい欲の塊だったのか。続いては次号1101話の展開を話数の理論から考えていきましょう。1100話の類似話数は1話と101話と111話です。1話はもちろん風車村。1101話でも熊が風車村を訪れる話でしょう。この時ルフィはおそらく15歳。ルフィが海に出る2年前の話です。熊は何をしに風車村へ来たのか。それは以前から考えているように、熊はルフィがニカだと知っていた。それはおそらくベガパンクからニカの話を聞いたのか。例えばベガパンクはゴムゴムの実がニカではないか、そのように仮説を立てた。なぜならゴムゴムの実はウズフに丁重に運ばれ、シャンクスに強奪されています。この情報をベガパンクが入手していれば、ゴムゴムの実が重要な悪魔の実だとわかるでしょう。さらにオハラの文献にはニカについてゴムのような体だったと書いてあったのか。これらの情報をクマはベガパンクから聞いた。そしてクマはゴムゴムの実の行方を追って風車村に来た。そしてクマは1話のヒグマと繋がってくる。ヒグマと同じように1100話でクマは牧野の酒屋に入ってゴムの男を探すのか。クマとヒグマは表裏一体だと先週考えました。さらにヒグマには以前考えたようにゴムゴムの実の伏線が張られています。こちらです。29話の扉絵でルフィはひっくり返っています。つまりゴム56は2か29にひっくり返る。そして最後にワンピース公式動画も考えましょう。こちらの公式動画ではゴムゴムの実から始まり、次にドクロが登場し、そして酒で乾杯する3人が描かれ、そして意味深なシャンクスの影が登場し、そしてなぜか山賊ヒグマの手配書が一瞬登場して、その次に肉の塊がナイフで刺されて、それは運命を変える実というテキストが表示され、そしてルフィがゴムゴムの実を手に取るシーンになります。その後まるで内部から燃えるようなルフィが描かれて、ワノ国で全てが繋がっていくという文字で締めくくられています。まず考えたいのはヒグマです。なぜヒグマの手配書をこの動画に入れたのでしょうか。ヒグマは56人殺したお尋ね者であり、その懸賞金は800万ベリー。ここで1話のヒグマのセリフを見ていきましょう。800万ベリーが俺の首にかかっている。第1級のお尋ね者ってわけだ。56人殺したのさ。ルフィの前に現れた山賊のヒグマは56人を殺したお尋ね者ですが、このヒグマこそがゴムゴムの実を表すヒントキャラでしょうか。ヒグマの懸賞金は800万ベリーですから、それは嘘800のイメージ。つまりゴムゴムの実は嘘800。本当は別の名前がある。本当は別の能力もある。そしてこの映像でおかしいのは肉の塊を刺したシーンです。このシーンだけが1話に存在しません。存在しないシーンをなぜわざわざ入れたのか。肉を刺すとは29を指す。29を表す。ゴムゴムの実56とは嘘800。その悪魔の実の名前は本当は29の悪魔の実ニカなのかもしれません。そしてヒグマという名前はコメント欄やツイッターでも指摘がありましたが、ヒグマではなくヒゴムかもしれません。ヒグマのグマという字を傾けたりひっくり返すとグマはゴムと読める。つまりヒグマとはヒゴム。
1話のヒグマは1100話のクマと繋がるのか。次に101話はリバースマウンテン。ゴムゴムの風船でリバースマウンテンを登る。それならば1101話でもルフィはゴムの体を披露する。次に111話は秘密犯罪会社。111話の話数の語呂合わせは秘が3つで秘密。秘密です。バロックワークスが理想国家を目指す秘密犯罪会社だと判明しています。そしてルフィはお腹いっぱいご飯をおごってもらったウイスキーピークの人々を倒したゾロに切れる。それならば1101話でもご飯の話でしょうか。1101話の語呂合わせも考えましょう。1101話の語呂合わせはひどい、否定、人質、引いていく、人転移などが考えられますが、語呂合わせから物語を考えるのは今回は難しそう。おそらく1101話はゴムの体の男ルフィをクマが確認して、その後スリラーバーグでルフィたちの実力を試して、サニー号を2年間守るプログラムをベガパンクに頼む。そんな流れでしょうか。ちなみにクマは太陽十字を信仰していましたが、サニー号の選手ルフもまるで太陽十字のようです。25年間続いたワンピースも残りおそらくあと100話でしょう。噛み締めていきましょう。皆さんはどう思われましたか。ご意見や考察してほしい謎があればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。